レミとミとミョウ안녕하세요ミョウ입니다。こんばんは、ミョウこと宮崎ミョウです。はい。というわけで、この YouTube をご覧になってくださっている皆さんは、大体の方がご存知だと思うんですけど、私がね、前回韓国で生活を始めましたということで、1ヶ月弱ぐらいかな。ちょっと韓国の方に住んで、いろいろね、このミャオチャンネルで動画を出したりとか、してたんですけれども、なんか、これやってほしい企画とかあったら、みんな教えてください、リクエスト送ってくださいって言ったじゃないですか。で、そのリクエストの中で、すごい結構多かったものがありまして、今日は、それをね、動画にしようかなと思うんですけど、何が一番リクエスト多かったかって、韓国旅行初心者に向けての何かアドバイスとか、なんかこれやっといた方がいいよっていうことがあったら教えてくださいっていうね、内容だったんですけど、実際ね、私が韓国に住んでみて、めっちゃみんなに教えたいことがあるんですよ、本当に。今日は初心者さんに向けてのやっといた方がいいことのポイントをお伝えしたいと思います。で、最近その韓国旅行にね、気軽に行けるように前よりはこうなったじゃないですか。だから韓国に旅行に行くんですという方がね、結構増えてきたと思うんですけど、もうぜひ絶対損しない、ポイントを今日は皆さんに教えたいと思います。그럼 고고싱!じゃあ今日はちょっと3つのポイントで皆さんに教えたいと思うんですけど、まず韓国旅行行くために絶対してていいこと、1つ目は SIM カードの利用です。はい。私ね、結構だから SIM カードと、今までだったら Wi-Fi を、借りて旅行に行ってたんですけれども、どっちもやったんですよ。もう断然 SIM カードを借りた方が旅行がスムーズでした。何が便利だったかなって思うと、やっぱりこの Wi-Fi ってなると充電が不安だし、あとはやっぱり持ち歩かなきゃいけないので、すごく荷物が増えちゃう。ただでさえ旅行中ってお買い物することがすごい多いから、プラス Wi-Fi のルーターを持ち歩かなきゃいけないってなると結構私はストレスだったんですけど、それもなくなったのでめちゃくちゃ使いやすかったです。とにかくね、最初の手続きだけ簡単にできれば、私はもう絶対に SIM カードの方が便利なんじゃないかなとおすすめしたいなと思いました。で、前回韓国にね、授賞式かな、なんかイベントで韓国に行った際に、私が動画でちょっと SIM がなかなかうまく接続できなくて、で Wi-Fi を借りたっていう話をね、ちょっとだけしたんですけど、たまにその携帯のなんかこう設定とかでうまくつながらないことがあるんですけど、ちゃんとその SIM カードを借りたカスタマーセンターみたいなところがあるので、そこに私は直接この日本の方だったんですけど LINE をしてこう繋がらないですっていうことを伝えたら、もう15分ぐらいで開通してくれたので、何かちょっとトラブルがあった時も私はこんだけなんかスムーズに対応してくれるんだったら安心だなと思いました。で、私は韓国に行く前に日本で取り寄せたんですけど、本当はそういう方もいるし、それが不安な方は韓国の空港に着いてから韓国の KT とかそういう携帯会社のブースに行けば、その3日間とか5日間とか用の SIM も購入できるので、ぜひちょっと参考にしてみてください。私は、31日用の SIM カードを購入して、もう31日間無制限で、あと携帯番号もついてます。何分間の無料の通話時間もついてますよっていう、結構大容量の SIM カードを買ってたんですけど、もう3日間とか本当に短い旅行であれば、携帯番号もいらないっていうのであれば、本当にすごい Wi-Fi より逆に安くレンタルできることがありますので、私は、1ヶ月間で8000円ぐらいかな、 Wi-Fi も借りて、多分同じぐらいだから値段はそんなに変わらないんですけど、絶対に SIM の方がいいと思いました。はい、それでは2つ目のポイントは、私今激推しのワウパスの利用です。てか最近できたサービスなんですけど、これ韓国発のクレカ式プリペイドカードなんですよ。その韓国に住んでる時に知って、使ってみようと思って試しで
使ってみたんですけど、本当に便利なんですよ。で、なんで便利かって言ったら、韓国って大体もうほとんどキャッシュレスの世界で、あんまり現金って使わないんですね。もうカードで決済する方がほとんどなんですけど、まずそれができます。で、日本のねカードでもできるんですけど、ちょっと私がお得だなと思ったのが、その機械でそのカードを買って、5000ウォンかな、5000ウォンでカードを買って、でそのカードに日本円でチャージができるんですよ。例えばじゃあ1万円チャージすると、それがウォンで自分のそのプリペイド式カードにチャージができるんですよ。で使用するたびにアプリを取ると、アプリと連動してあと何円残ってるとか、今いくら使いましたっていうのが一目で分かって、すごい便利なの。だから換金しなくていいんですよ、わざわざ。そう、それがねめっちゃいいなと思ったんです。ここに行きたいんだけどその前に換金所行っていいみたいな、なんかやり取り結構私今まで経験してきたんですけども、そのストレスが一切なかったのが良かったなと思いました。すごいことは、例えばカンナムの地下街でショッピングするってなると、カード決済だと大体手数料が 10% ぐらい上乗せされるんですね。現金で買うよりもカードで決済すると。だからちょっと別にいっかって思うんですけど、ちょっとでもお得で買うにはやっぱ現金で地下街のお洋服屋さんは買い物した方がお得なんですけど、そういう時にこのワーパスにお金を入れとくとウォンで引き出せるんですよ。あとね、意外とここで懸念するのが、いや言うてもレート悪くないみたいな。やっぱりこうミョンドンとかそういうところで換金した方がレートがいいからお得じゃないかっていうと思うんですけど、めっちゃレートも悪くないの。そう、その日の一番のいいレートで換金してくれて、その引き出す時だけ手数料がかかるんですけど、その入れる時は全然手数料とかもなくお得にそのまま使えるので、本当にみんなにおすすめしたい。なんかすごいワウパスの案件みたいになってるけど違いますからね。本当に違くて、韓国の信用カードとかを作れない人とか、留学生とかでまだ口座がなくてカードがない人とか、その短期間の旅行の方ももうみんなすごい便利だと思いました。これ多分このチャンネル韓国の方も見てくれてると思うんで、もう本当にお願いなんですけど、韓国でのワウパスの知名度が上がったら嬉しいなと思った。タクシーとかで決済するときに、何このカードみたいな、T モニーじゃないのみたいな、その運転手さんがで分かんないから、そのワウパス自体をすごい言われたんですけど、これ本当にカードなんですっていう感じで言ったら全然使えるんだけど、まだその韓国人の知名度が低いから、なんかたまにこう個人店とか行くと何このカードみたいな感じで言われるんですけど、例えばすごい大きいチェーン店のカフェだったりとかハンバーガー屋さんだったりとか、そういうお店では本当に何も言わずにめっちゃ問題なく使えましたので、韓国が苦手な方もね本当に便利に使っていただけると思うので、マジでこれワウパスおすすめします。じゃあ最後3つ目はですね、カカオタクシーの利用です。結構ニュースとかになってて皆さんねご存知だと思うんですけど、かなり韓国のタクシー数が減ってもう全然捕まらないんですよ。特に夜とかあと週末すごく大変な思いをされてる方たくさんいると思うんですけど、このカカオタクシーのアプリは日本の方も使えます。このカカオタクシーのアプリを入手しとくと、自分が今ここにいて、じゃあ例えばじゃあミョンドンに行きたいですってなって、ミョンドンっていう行き先を入力すると、どのぐらいかかりますよ、時間がどのぐらいでお金がこのぐらいかかりますよっていうのも日本のそのタクシーアプリと同じようなアプリなんですけど、これを使って呼ぶと空車が捕まって到着したら自分がそこの場に行って乗ればいいってことなので、このカカオタクシーに関してはちょっと日本の旅行者の皆さんにお知らせしたいのは、多分韓国の番号がないと自動決済ができないんですけど、乗ることは可能なので、乗車したら降りる時に、カードなり現金なりティマニで支払えば普通に使うことができます。ただこれ1個いい？めっちゃ気をつけてほしいことがあって、私の実体験の話していい？これ深夜にタクシー呼ぼうと思って乗るときに捕まんなかったの、普通のタクシーが。
カカオタクシーの。だからブラックって言って高級なちょっとお高いんですけどほとんど必ず来てくれるみたいなブラックっていうのがあるんですけど、それを呼んだんですよ。けど運転手さんからメッセージが来て、どこにいますかって来たんですね。 GPS なってるのにあれ来ないなと思って住所一応送ったんですよ。ここですって。そしたらそこの場所がわからないので迎えに行けませんって来たんですね。と思ってこれはしょうがないと思って、じゃあ一回キャンセルして違うタクシーに乗ろうと思ったんですよ。そしたらキャンセル料5000ウォンかかりますって、キャンセル料払おうと思って決済に進んだら韓国の住民番号がないから払えない。だから日本の旅行者のみんなはそのブラックをキャンセルしちゃうと払いようがないんですよって。しかもそれ払わないともう使えないのね。新しく呼べないから、もうカカオのタクシーに問い合わせして、私は外国人なんですけど住民番号がなくてネットで決済ができないんですけどどうすればいいですかって言ったら、口座に送金してくれればいいですよってなって送金して、でいろいろ結構大変だったんですけどちゃんとね解決することができたので、もしかしたらキャンセルすることがあるかもしれないんですけど、基本的に呼んだらキャンセルしない方がいいです。特にブラックはキャンセル料がかかるので皆さんそこだけは注意してください。でも絶対に持っておいた方がいいアプリだと思います。はい、ということで今日は、韓国旅行初心者さん向けの知っておいた方がいいポイント3つご紹介しました。今日ねSIM カードとワウパスとカカオタクシーの利用のおすすめをしたんですけど、本当にこれマジでおすすめしますので、行く予定がある方はねぜひ利用してみてください。もちろん SIM カードもワウパスもカカオタクシーもなくてもいけるんだけど、あった方がストレスなく円滑に韓国旅行を楽しめるよっていうことアドバイスな感じなので、皆さんぜひ参考にしてみてください。というわけで그럼 이만 안녕. Every day after day I try to go out my way 'Cause I wanna secure you. Oh, I wanna see you every night after